光雄は長年勤めてきた職場を先月で定年退職した。4月から新たな生活をスタートさせている。春らしい暖かさ、風がそよぐ。桜も満開だとラジオで言っていた。朝食の後、薄手のジャケットを羽織り、手ぶらで家を出た。気の向くまま歩を進める。やがて大きな公園にたどり着いた。公園は遊歩道が整備され、道沿いに桜の木が等間隔に並んでいる。桜はほぼ満開だ。光雄は桜をめでながら、広場に続く歩道を歩く。広場を囲むようにベンチが並ぶ。花見をするマダムたち。ベビーカーを手におしゃべりに興じる若いママさんたち。電子タバコを片手に思い詰めた表情をしているサラリーマンなどもいる。光雄は空いているベンチに腰をかけた。心地よい風が吹くたびに花びらが舞い、広場全体が桜の色に染まっていく。近くの桜の木に一人の女性が立っていた。スマートフォンを構え、桜の木を撮影しようとしている。光雄と同じくらいの年齢か。小柄で細身。3年前に亡くなった妻に似ていた。スマートフォンを構えるが、首をかしげ、何度も操作し直している。妻も機械類が苦手だったなと、光雄はふっと笑みがこぼれた。お困りですか。光雄はそっと声をかけた。すいません、写真が撮りたくて。このボタンを押せば大丈夫ですよ。逆光なのでこちら側から撮ると良いですよ。女性は言われた通りに移動し、撮影する。撮れた画像を確認し、にっこりと笑った。ありがとう、素敵な写真が撮れたわ。女性の名は清美。この公園の近所に住んでいるそうだ。所作に品があり、話し方も朗らかだ。二人はベンチに腰掛け、しばらく会話を交わした。気持ちの良い、穏やかな時間だった。翌日も、またその翌日も、二人は公園で会い、桜の木を撮影する。そんな毎日が過ぎ、1週間が経った。桜はピークを過ぎ、風が吹くたび、花吹雪を散らせる。地面に敷き詰められたピンクの絨毯が、非日常を演出していた。光雄はいつものように桜を撮影していた。公園の桜もだいぶ散り、葉桜が多く見られる。明日から雨の予報だ。今年の桜もそろそろ終わりだろう。公園を訪れる人も少なくなってきた。桜の木を見上げている人もほとんどいない。清美もその日、姿を現さなかった。翌日、予報通りの雨が降った。風も強く、翌朝まで降り続いた。光雄は公園へ向かう。桜の花はほぼ散っていた。人もまばらで濡れたベンチに座る人もいない。この日も清美は来なかった。翌日、またその翌日も。光雄は毎日公園に通っていた。一月が経った。桜の木は枝葉が生い茂り、春とは違った力強さを感じる。この日も光雄は桜の木を撮影している。ファインダー越しに桜の木を覗き込む。満開に咲き乱れた桜の木に、遠い昔のことだったような気がする。シャッターにかけた光雄の指は止まったまま動かない。ファインダーの先には桜の木の下に立つ清美の姿が映っていた。以前にはなかった杖を手にしている。少しほっそりとした印象だ。清美は光雄に顔を向け、にこりと微笑んだ。桜、散っちゃったのね。光雄は、ファインダーの中の世界が現実なのか、一瞬戸惑う。しばらくして、静かにシャッターを切った。顔を上げ、ぎこちなく微笑む。その目には涙が滲んでいた。